サイリセイングのポッドキャストが始まります。出発進行。こんにちは、さゆりです。変わったアルバイトの話をします。皆さんはアルバイトをしたことがありますか？そのバイトは楽しかったですか？つまらなかったですか？大変なバイトでしたか？楽なバイトですか？私は今までたくさんアルバイトをしてきました。今回は変わったアルバイトの話をします。はい。私は実は映画に出たことがあります。映画に出ました。映画といえばどこですか？ハリウッドですね。もしかしたらボリウッドかもしれません。でも私が出たのはアメリカの映画です。ハリウッドの映画に出ました。私はハリウッドの映画に出たことがありますっていうとなんかすごいですよね。すごいって言われるんですけど、エキストラで出ました。英語だとかっこいい言葉があって、バックグラウンドアクトレスと言います。はい、ありがとうございます。何の作品に出たかっていうと、アメリカ版のデスノートと Amazon プライムの高い城の男に出ました。デスノートは映画で、高い城の男はドラマです。今回はデスノートの話をします。まずどうやってその仕事を見つけたと思いますか？どうやってそのアルバイトを見つけましたか？はい、なんと Google で検索しました。それだけです。簡単ですね。その時私はカナダのバンクーバーに住んでいました。皆さん知っているかもしれないんですけど、ハリウッドの映画はカナダで撮影されることがよくあります。例えばアメリカの西海岸のドラマや映画はバンクーバーで、東海岸はトロント、そうですね、ニューヨークとかのドラマはトロントで撮影されることが多いです。スーツもトロントで撮影されました。理由はカナダとアメリカの街の雰囲気が似ているし、撮影の費用、撮影のお金はカナダの方が安いからです。だからカナダにはたくさん映画関係の仕事があります。それを聞いたことがあったので Google でバンクーバー、バックグラウンドアクトレスみたいな感じで、検索しました。そしたらちょうどタイミングよく日本人とかアジア人のバックグラウンドを募集していました。日本語で書かれていたので安心しました。当時は今よりも英語が読めなかったので、日本語だとじゃあやってみようと思いました。応募方法はその書いている E メールアドレスに、その書いている E メールに身長と体重、そして写真を2枚送ることだけでした。写真は上半身アップと全身の写真を送りました。メールで合格したという知らせが来て、普段の服装のまま撮影に行きました。そこにはたくさんの日本人がいました。性別や年齢はバラバラです。性別や年齢はいろんな人がいました。若い人だと10代、年配の人だと50代、60代の方がいました。ほとんど日本人でしたが、韓国人や、マレーシア人の方もいました。私が出るシーンの撮影は本当に簡単でした。バンクーバーにある中国の庭園を貸し切って、貸し切るっていうのは全部借りることですね。その映画の会社が1日使うから全部借ります、全部貸し切って、そこを新宿の街にしていました。新宿で見るような看板がたくさんありました。そこをみんなで歩いたり、バイクね、スクーターに乗ったりする人もいました。日本人が多かったし、見慣れた街、見慣れた新宿の街だったので緊張することなく撮影ができました。正直アルバイトっていう感じがしなかったですね。とても楽しかったし、たくさん新しい人と知り合えたので、こっちがお金を払いたいぐらいでした。アルバイト代は多分覚えてないですけど全然高くなかったですね。多分最低時給ミニマムウェイジだったと思います。でも
とてもいい経験ができました。その撮影が終わって、私デスノートに出るんだと思って本当に楽しみに待っていました。で、ネットフリックスのそのアメリカ版のデスノートを見たんですけど、残念ながら私は映っていませんでした。でもそのエキストラで映画制作に携われたこと、携われたことが私の宝物です。その時に知り合った日本人の友達と、今も関係が続いています。年は全然違うんですけど、親子ぐらい離れているんですけど、とてもいい友達です。それはお金とかよりももっと大事なことかなと思います。やってみなければわからないことはたくさんあります。少しでも面白そうだなと思ったら挑戦してみることが大切だなと思いました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんの面白いアルバイトの経験を教えてください。次のポッドキャストでは高い城の男に出た話をします。高い城の男の方が本格的な撮影でした。本当にハリウッドって感じでした。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。